2019年10月、1台のバスがある場所へと向かっていた。そこに降り立った5人の若者たち。この日、世界一を決める熱い戦いが始まろうとしていた。クラッシュオブクラン、リリースから7年を迎えた今年、ついに公式初となる世界選手権を開催。およそ半年にわたる予選が行われ、4000万人以上が参加。世界中の強豪プレイヤーたちによる激闘の末、ファイナルに進出する8つのクランが決定。そんな中、日本から唯一出場を決めたチーム、 It's the Queen Walkers! やっぱり世界一の証明っていうのが今まで正式な公式大会でなかったんで、本気で世界一証明したいなと思ってます。クイーンウォーカーズは日本の強豪クランはぐれメタルの城と GS によって作られた合同チーム。そしてこの5人が今回世界の舞台に立つ。日本の中で1チームっていうことで、日本代表っていうふうに見られると思うんで、その辺のプレッシャーっていうのは多少ありますね。自分たちの実力を示す場所がここだと思ってるんで、いよいよだなっていう気持ちで、何より楽しみですね。もう優勝一択です。もうそれ以外は見てません。そんな5人が降り立ったのはドイツ第2の都市ハンブルク。この街で世界一をかけたバトルが始まる。果たしてどんな戦いを見せてくれるのだろう。そして決戦の日を迎えた。やっぱり最初が一番大事だと思うんで、ここでやっぱり地盤を固めたりとか初日で決めたいなと思います。ここが世界選手権の会場となるバークレイカードアリーナ。選手たちは早速ステージの下見へ。世界選手権の名にふさわしい壮大なステージ。この場所でクラクラ初となる世界王者が決まる。すごいでかいステージですね。今までで見たことないようなステージなんで、自分が攻める姿がまだ想像できないというか、プレッシャーにはなると思うんですけど、すごい楽しみです。トーナメント戦で行われる世界選手権、初戦は BO2 で行われ、総獲得星数が多い方の勝利となる。クイーンウォーカーズ最初の相手は MCES。 幅広い戦術を使いこなし、7月予選を突破したフランスのプロチーム。そうですね、やっぱり初戦で当たる MCS が一番きついんじゃないかなって思ってます。結局一番強いのは初戦の相手の MCES かなと思ってて、選手たちが最も警戒する相手とのマッチアップ、強敵に打ち勝ち駒を進めることができるのか。そのラウンド1は非公開で行われた。結果一進一退の激戦をもぎ取ったのは MCES だった。いやー、とても強かったです。もう自分たちは完全に勝てるつもりで勝負を挑んだんですけど、やっぱりプロチームとだけあって攻めも守りも完璧でした。次への不安を残しながら初日が終了。そして大会2日目、この日は観客を入れたステージで戦いが行われる。世界最高峰のバトルを一目見ようとたくさんのオーディエンスが駆けつけた。さらにこの日は大会の様子が世界中に配信される。各国のメディアが集まる中、私含め日本の配信チームも
まあ星1個差の高パーセンテージ取られてって結構積極的には厳しいとは思うんですけど、逆転できなくはないんで2日目でこうひっくり返せるっていう状況ではまだあるかなっていう、だからちょっと今日クイーンウォーカーが結構プレッシャーかかってるかなっていう。状況的には今厳しかったりするんですか？かなり厳しいっちゃ厳しいんですけど、こういう状況で逆転してきた彼らはいつまでも見てきたんで、またここで勝っては熱いなぐらいのことを考えてます。ポーランド予選から来てこう練習積み重ねてきたものがあると思うので、それを全部出し切ってこうぶつかっていっていただければいいかなと思います。そしてなんとか逆転を狙うクイーンウォーカーズ。もう負けは許されない。もうとりあえずやるしかないなっていうので、自分たちもそれだけのポテンシャルあるっていうのは信じてきてたんで、やれるぞっていう感じでなんとか切り替えました。夜ホテルに戻ってからやっぱりスコア1個差なので、まだ全然巻き返せる作戦会議をして自分たちの配置を最後の最後までやりきったつもりです。6時間ぐらい寝ないで配置調整してました。朝まではい、それぐらいやらないと勝てないっていう。そうですね。ここで負けるわけにはいかない。諦めるわけにはいかない。先行は MCES。MCES 1人目のアタック終了しまして、星2の 94%、タウンホール12の初見アタックでここまでパーセンテージではクイーンウォーカーズ1人目のアタックはスタドラ。得意のラバール戦術で攻める。そして2人目の攻撃。まとまって当たってくる MCS 全開2人目。うまい。そうですね、ここからもう後がないので、もう全部全開を取る形で狙っていかないと厳しくなってきましたね。なんとか食らいつきたいガクのアタック。かなりいい形のようにも見えますが、ここからアーチャークイーンが落ちてしまって、いや惜しい。星2の 97%。いやここに来てやっぱりテスラの読み合いが最後。その後も MCES の猛攻は止まらなかった。いやただ向かっていくのか。さあ向かっていってしまう。折られてしまった。これ計算されてましたね。いやこれで後がなくなったクイーンウォーカーズ。勝てる可能性は自分次第でしたね。自分から3連続で全開を取らないと勝てない状況だったんで、自分がこけたらもう終わりっていう状況です。いやー、これ本当に MCS もうここまで全部見透かしてきてるような。この瞬間勝利がほぼ絶望的となった。そんな中意地でも全開を取りに行ったエレン。得意のスーサイドラバルで勝負に出るが、相手の想定外の攻めをできるかっていう。しかしそんな中チームメイトに声をかけ続ける一人の選手がいた。みんなちょっと落ち込んでるところもあったんですけど、ユタさんは最後まで頑張ろう、励ましの言葉を多めにかけて、チームの士気が下がらないように指示してたのかなって思います。頼りになる存在、責任感が強い方だと思ってるんで、この人がいればなんとかなるんじゃないかみたいな絶対的信頼がありますね。どんなに厳しい状況でも最後までチームを引っ張っていくリーダー。心から次に進めたいって思えるようなチームになってるかなって思ってて、この大会だけじゃなくてもっと先を見据えてもっとやっていきたいし、負けが決まっている試合でもチームの未来のために戦う。そんなユタのラストアタック。彼が最も得意とするクイヒーを使った攻撃。そこにホグライダーとギガを加え猛攻を仕掛ける。しかし相手の高い防衛力を前に崩しきることができない。そしてアーチャークイーン、そうですね、ちょっと苦しい状況になってますね。
こうして5人の世界への挑戦が終わった。お疲れ様でした。です。お願いします。厳しかったですね、自分たちにとっては。確信してたわけじゃないけど、自分たちも弱かったし、相手も強かったし、単純に力と力で両方負けた感じですね、攻撃の守備も。その後も世界一をかけた白熱のバトルは続いた。そして迎えた決勝戦。クイーンウォーカーズを破った MCES と中国のプロチームノバマオドの戦い。その様子を客席から見守る選手たち。あの舞台に立ちたいとかって思う？それはもちろんありますね。けどでもまだ彼らには及ばなかったのはもうはっきり分かってるんで、また次回リベンジしたいと思います。目の前で繰り広げられるハイレベルな戦い。しかし彼らが見つめていたのはバトルではなく、その先にある未来。自分の知らない世界をこうして自分の目で自分の足で踏み入れることができたので、世界に出てる日本の代表として今後周りから尊敬されるプレイヤーになりたいです。世界選手権に出たっていうのにおごらず、まだ自分たちがしたっていうのを自覚してトップのところに追いつくプレイヤーになりたいと思ってますね。すごいでかい会場だったんで、そういう空気を味わえたのもすごいいい経験になりましたし、また来年もあるなら絶対勝ち上がってこの舞台にまた戻っていきたいと思います。プロチームにも追いつける範囲のところにはいるかなって思ってます。まだチャンスがあれば、リベンジしていきたいなって思ってます。激戦を制し世界王者の栄冠を手にしたのはノバマオドだった。経験自体はすごくいいものができたと思ってて、悔しいですけどこの立場をもっとねポジティブに捉えて次の大会とかにつなげれるような、そういう使い方にしたいですね。クラクラの部分に関しては先頭走りたいし、日本だけじゃなくてもう世界でも中心を走っていきたいって思ってます。はい。世界には強いやつらがたくさんいた。しかし自分の無力さを嘆くことなく、彼らは常に前向きに戦った。最高の仲間たちと共に戦ったことを忘れない。彼らは歩き始める。いつか夢を叶える、その日に向かって。